日本の取引所のフォビジャパンがリップルのエアドロップ、ソロのエアドロップに対応するっていうのを昨日発表しましたね。スナップショットがクリスマス25日の朝の5時なんですよ。だから、今日の夜ぐらいまでには、入れとかないと、ちょっと間に合わないんですね、日本の皆さんをね。なので、リップルで、ガチをしてたくさん持ってる人は、ちょっとこの機会にフォビジャパンを、登録して、このソロっていうね、仮想通貨のエアドロップやってみてください。動画の説明欄か、コメント欄に、フォビジャパンのリンクも載せてますので、この機会にね、講座解説してみてください。僕もね、スナップショットやってみます。藤原でございます。今日も仮想通貨ニュース読み上げて、ビットコイン、イーサリアム、アバランチ、サンドボックス、そしてディセントラランドのチャートを分析をしていきたいなと思います。このチャンネルでは仮想通貨や株などについて毎日配信してますので、投資に興味がある人やお金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録してみてください。はい、じゃあ早速今日もね、ニュースいきたいなと思います。まず SWIFT についてですね。SWIFT っていうのはね、国際銀行間通信協会っていうんですけども、めっちゃ簡単に言うと、今銀行で国際送金するときに使われているネットワークのその協会のことを SWIFT って言います。で、国際送金するときに、相手の銀行の、口座番号とかに代わって、SWIFT コードっていう長いね、桁の番号があって、それを元に、今は銀行間の国際送金をやってるって感じですね。で、その SWIFT が、トークン化資産のマーケットにおける相互運用の実験を2022年の1クォーター3月までに行う計画を発表しましたということです。今後10年間の間にトークン化資産と従来の資産が共存するようになると予想していて、SWIFT が仲介者としてマーケットをサポートできるか、探っていくってことですね。今回の発表で暗号資産やステーブルコインと比較するとトークン化資産の時価総額はまだ大きくないものの、このトークン化資産っていうのは仮想通貨のことじゃないんですよ。で、市場価値が24兆ドルにあるという感じですね。で、なんか実験の内容としては、トークンにしてデジタル化すると即時発行できたり、小口に分けて発行できたりするメリットがあるけど、多くの人がマーケットに参加できるようになったり、流動性が高まったりすることも期待されていると。で、今回の実験では資産の発行や償還、証券の引き渡しと代金の支払いの両方を行うデリバティバーサスペイメント DVP のプロセスを試すという、実験をすると。ちょっとね、難しいんですけど、とりあえずね、仮想通貨みたいなものを使って、仮想通貨じゃないですけど、仮想通貨ものみたいなものを使った国際間のその送金ができるかっていう実験を SWIFT 自体がやるっていうニュースですね。これはね、例えばリップルが国際送金のためにね、ある、コインなんですけど、これが、リップルが SWIFT に代わって使われるんじゃないかとかね、期待されてて、昔は人気あったんですけど、今のところ SWIFT がね、何かに置き換わるっていうところまでは話がいってないんですよね。ただ、もちろんね、今使われている、システムですので、この SWIFT の動きには、今後もウォッチした方がいいと思います。このニュースはもちろんポジティブですね。はい、じゃあ次が、日本のニュースですけども、ビットポイントのね、アンバサダーに、新庄剛志監督が、就任しましたってニュースは伝えたんですけど、早速ね、テレビ CM が、1月1日からね、放映されると。ただ3日間ですね、今のところね、ビットポイントの CM が出るということです。ちょっとね、面白かった。ちょっと見てみたら面白いんですけどね。ということですね。ビットポイントね、だんだんちょっとね、人気にはなってきたですね。このニュースはもちろん日本のね、仮想通貨を盛り上げるために、いい CM だと思いますので、ポジティブにしたいなと思います。じゃあ3つ目ですね。ビットコインもはじめにアルトコインも結構上がってきてますが、オシレーター系のテクニカル仕様のフィッシャートランスフォームがね、ビットコインにおいて、偏差マイナス2に行ったので、買いシグナルを示しましたということで、これ過去の、10年近くのチャートなんですけど、
過去もね、例えば2018年の暴落の後、一旦ね、36万円から150万まで上げた時とかも、このオシレーターが買いシグナルに一旦点灯してるんです。で、今回も点灯してるので、今からうわーっと上げてくるのではないかということを言ってます。あとはね、デリバティブ市場で投資家のセンチメントが少し回復してきましたということで、先物市場のファンディングレート、資金調達率が回復傾向にあると。バイナンスやバイビットにも FTX とデリビットが結構特に、高くなっているということです。あとは、未決済縦玉も急回復しているということで、未決済縦玉が12月の5日の暴落直後は18万 BTC ぐらいだったのが今22万 BTC ぐらいまで回復してきているということで、全体的にやっぱりね、相場の回復感みたいなところは、出てきてますので、この記事もポジティブにしたいなと思います。はい、じゃあ今日もね、ビットコインのからチャート分析いきますが、今日はね、ちょっと僕のツイートをね、ちょっと紹介しようかなと思って、僕自身のツイート紹介するのは初めてなんだけど、なんか割とリツイートが多かったんで、出しとこうかなと思うんですけど、ビットコインね、今週足、暫定ですけども、包み陽線出てるんですよね。で、過去にも包み陽線出たタイミングっていうのが、3万8000ドルつけた時とかも、出てきたんですけど、そことか、あとその前もね、2万8000ドルつけた時とかも、包み陽線が出てて、その後一気に回復したっていうのがあるんで、今週ね、しっかり包み陽線で締め切られるのであれば、来週、再来週とか、その後何週間か続いて、800万円台ぐらいに向かって上昇するんじゃないかなということが僕が言いたかったっていうツイートですね。はい。ということで、僕は結構、今から、短期的にもかなり上げてくると思いますので、レバレッジ取引は、ちょっと自信持ってロングね、入ってみるのがいいかなと思ってます。はい、価格ね、51,100ドルぐらいですね、結構回復しました。日足でも、しっかり陽線が連続で出てるって感じですね。こんな感じで、もう完全にここ上に抜けましたよね。このウェッジをね。だから今から上昇トレンドなんですけど、一旦ここのね、移動平均線があるね、53,000ドル付近とか、54,000ドル付近あたりはちょっと一旦利確が売られやすいポイント。例えば一回売られて、例えば一旦下まで下がる。例えば、ここの、レジスタンスになってたところ、例えば5万ドルぐらいがサポートになって上がってくる。例えばだから54,000ドルつける、5万ドルまで落ちるでそこから上がるとかね。そういうこともあると思いますので、あんまり短期、超短期みたいなね、トレードよりは、僕みたいに、長期的に、低レバレッジでロングするっていうのが無難なのかなと思ってます。上げてくるでしょう。来週もかなりね。今週もしばらく。これが出てるのでね。はい。ということで、ビットコインは、買いでいいと思います。じゃあ次、イーサリアムですね。イーサリアムも回復してまして、4,100ドルぐらい。47万円ぐらいを推移してますね。50万円までほんとあとちょっとっていう感じです。イーサもね、ずっと高値圏でね、揉み合ってましたので、回復は多分あっという間だとは思うんですよね。今が、このね、下降ウェッジ。これも上に抜けました、完全に。で、一旦ちょっとね、4,300ドルぐらいが移動平均線50日移動平均線あるけど、多分このパターンね、このウェッジから上抜けたパターンだと、多分まだ一気に抜けてくると思います。だから一旦ね、最高値まで、つけやすいのかなと思います。で最高値もね、多分ちょっと揉み合うけど、結局超えるんじゃないかなと思うので、こっから強い上昇、まだ60万円とか70万円とか向かって上昇してくるんじゃないかなと思ってます。僕はバイビットで引き続きレバレッジ3倍で長期ロングしてます。じゃあ次は、今日はね、アバランチ行きましょう。レイヤー1系のコインもね、今日は特に強いですね。アバランチとかね、ソラナとかも強いです。やっぱりね、ファンダで買われているっていう部分が結構今あるので、上がりきれてるコインと上がりきれてないコインの差が激しいっていうかね。もうこいつはもうね、今ね、123ドルで、最高値が150ドルぐらいのところなんですけど、もう最高値、ぐらいまでもうターゲットに入ってるって感じね。
で、長期的にこういう拡張型のチャンネルしてますので、多分ね、このまま上げてきて、やっぱこの、普通の線が意識されて、一旦この辺ぐらいまでね、上がってくるんじゃないかなと。170ドルとか。うん、まあ今から取ったら 1.5 倍ぐらいになるんで、まあ、バイビットとかね、バイナンスでなんか買いたいと思う人は、まあ、アバランチも一つその候補に入れていいかなと思います。まあ、完璧に綺麗な上昇トレンドですよね。間違いないっていうかね。うん、移動平均線も上向いてるしね。うん、こいつはかなり強いです。はい、ということで、こいつは問題ない。で、じゃあサンドボックス行きましょう。サンドボックス今日めちゃくちゃ上がりましたね。前日比 30% とか上げました。もう爆上げですね、ほんとこれは。やっぱね、メタバース系コインがすごい強いんですよ、今もね。まあ、とりあえずこの代表格のサンドボックスが、もう爆上げですよね、完全に。この大陽線ですよ、完全に。で、こいつはまあ、ウェッジを上に抜けましたと、スタート。で、移動平均線にタッチして上がってきたってことで、多分このままね、最高値を更新すると思います。今6ドルぐらいですけど、最高値 8.5 ドルぐらいで、まあ、ここをまあ多分やすやすと抜けてくるんじゃないかなと思います。うん。フィボナッチリトレースメントちょっと引いてみましょうかね、久しぶりにね。どれぐらいまで上がってくるかっていうのが、読めるので、フィボナッチリトレースメントじゃない、フィボナッチエクステンションね。フィボナッチエクステンションを引いてみますと、まあ、2ドルからスタートして、てっぺんが 8.5 ドルの最高値。おしめが4ドルぐらいでしたけど、まあ、こんな感じでね、ここからこういう風に引けます。そうすると、0.786 が9ドル、1が10ドル、10.6 ドルぐらいなんで、それ 10.6 ぐらい、それぐらいまで上がってくるんじゃないかなと思いますね。9ドルから11ドルぐらいの間まで次飛んでくるんじゃないかなと思ってます。まあ今は6ドルなんで、まあ2倍近くは取れるという感じだと思いますね。ということで、まあバイビットとかね、で、まあロングするのもいいと思います。こんだけ強いから。うん。バイビットでロングしてもいいと思います。でもあんまり高いレバレッジはかけない方がいいと思いますよ。大陽線出てるんで、ちょっと一旦深く調整するっていうのはあると思いますので。せいぜい5倍とか。うん。じゃあ次、ディセントラランド、マナですね。で、こいつももちろんメタバース系コインなんで、しっかり上がってきています。3.6 ドルですね。最高値が6ドルなんで、まあ、半値戻しちょっと上ぐらいまでいますが、サンドボックスよりはちょっと深く調整してしまったんですね。サンドボックスで言うと50日平均線は割ってないので、この辺にいる感じなんですけど、こいつは1回割ってしまってます。まあ、そういう意味ではちょっとね、売られたかなって一旦ね。思いますが、多分ね、こういう感じの今平行チャンネルなんですよね。ってことは、これがタッチするあたりまで、上昇はちょっと考えられるので、この線を引いとくと、まあ上がってきた場合は、まあ今から2倍ぐらいかな。まあ7ドルぐらいですね。この辺が7ドルぐらいなんで、この辺で買っとけば7ドルぐらいまで上がる可能性あると思います。で、結構こいつね、値動きが激しいというか、ボラティリティでかいので、こんな感じになるんじゃないかなと思うんで、今買って7ドルぐらいに達したら、まあ一旦売ってもいいかなとは思ってます。はい。というわけでね、引き続き、主要の時価総額高いコイン、特に今メタバース系コインと、レイヤー1系コインのね、2つが強いという感じでした。今日の動画役に立ったって方は、ぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンをお願いします。そして僕の著書が1月11日に発売します。Amazon で事前予約した方限定で2022年の藤原式仮想通貨戦略ってコラムが読めますので、来年も仮想通貨投資やるって人は、本の値段1650円かかるって申し訳ないんですけど、絶対ね、その分取り戻せると思いますので、ぜひね、コメント欄または動画の説明欄から、Amazon で予約してみてください。そして動画の説明欄に僕がお勧めしている仮想通貨取引所を紹介してますので、ざっと見て持ってない取引所があったら登録をしてみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。また明日。仮想通貨投資をやるなら、動画の説明欄にあるバイビットも必ず使った方がいい取引所になりました。もともと世界第2のデリバティブ取引所として FX がメインだったんですけど、最近は40種類以上の仮想通貨の現物取引もできるようになりました。将来的にはね、バイナンスと肩を並べるような総合的な世界トップクラスの取引所になるらしいです。
で入金方法は、他の日本の取引所から仮想通貨で送るっていう方法ができるんですけど、もう一つは、KYC 認証、本人確認をすればクレジットカードで仮想通貨が購入できるというシステムを導入しているので、日本の皆さんもとても使いやすい取引所になってます。でしかも、バイナンスよりね、手数料が全体的に安いので、僕は結構バイビットを、メインとして使っています。ぜひ動画の説明欄から登録してみてください。いろんな仮想通貨をトレードしてみたい人はシンガポールの取引所のビットゲットもおすすめです。ビットゲットは世界第5位の大きな取引所になっていて、50種類以上の仮想通貨の現物取引と20種類以上の仮想通貨の FX 取引ができます。特に FX 取引は上級者のトレードをそのままコピーするっていうコピートレード機能、コピトレがあって、それがなんとねワンタップでできるっていうのが便利です。動画の説明欄のリンクから口座登録すれば500円相当のドルがもらえるのと、手数料が永年 10% オフになります。そして、初めて入金した人は 5% のキャッシュバックがあって、最大ね5500円分の US ドルテザーが、もらえます。ぜひ登録してみてください。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。藤マナの YouTube メンバーシップでは月990円で週に1回の投資に関するコラムを投稿しております。そして、月に1回僕に質問ができる質疑応答動画も投稿してますので、ぜひ入ってみてください。そして Twitter や Instagram の方でも投資に関する話や僕のプライベートなども投稿してますので、Twitter と Instagram ぜひフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤マナでした。